はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は十勝岳エリアのバックカントリーツアーについての紹介です。皆さんバックカントリースキーやってますか？興味がある方は多いかと思いますが、遭難の危険性や雪崩などハードルが高いですよね。そのような方はバックカントリーツアーに参加されると良いと思います。今回は北海道で人気のバックカントリーエリアであります十勝岳エリアのバックカントリーツアーにつきまして紹介したいと思います。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。今回紹介させていただきます十勝岳エリアに東京から行くためには旭川空港が一番近い空港です。羽田空港から旭川空港までの距離は約 927km です。十勝岳エリアまでの距離は旭川空港から約 48km、 そして JR 旭川駅から約 59km の場所にあります。旭川周辺にはバックカントリースキーをしない方でも素晴らしいスキー場がたくさんあるんです。旭川周辺の9カ所のスキー場を2回に分けて過去に YouTube で紹介しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 YouTube で紹介しております9カ所のスキー場の中で個人的には旭川市のカムイスキーリンクスはとてもおすすめです。またハイクアップをしなくても気軽にバックカントリースキーを楽しめる旭岳もとてもおすすめだと思います。私が今回参加しましたバックカントリーツアーは美瑛町にありますガイドの山小屋のツアーです。こちらの場所は旭川空港から約 20km、 JR ビバウシ駅裏出口から徒歩1分の場所にあります。今回紹介させていただきますガイドの山小屋は冬の時期は三段山や十勝岳などその日の天気や雪のコンディションなどに応じておすすめのエリアを案内していただけます。今回は詳しく紹介しませんが、夏の時期では電動自転車をこちらでレンタルすることができます。こちらの電動自転車を使って美瑛や富良野の素晴らしい景色を楽しむことができるんです。冬のバックカントリーのツアーのコースでは初級と中級のコースがあります。2024年シーズンの参加料金をお示ししております。ツアーの申し込みは外国人でも可能ではありますが、日本語を理解できる方に限られます。その理由は緊急時に日本語が理解できないと困るからだそうです。初級コースはスノートレッキングがメインだそうです。こちらのコースはスノーボードでは参加できないそうです。そして中級コースは冬山バックカントリー初心者向けのツアーだそうです。こちらのツアーでは山頂まで登って滑ったりはしないそうです。中級コースはスキーだけでなくスノーボードでの参加も可能だそうです。学生さんは学生証を持参すれば 20% 割引になるようです。私は今回中級コースに参加しました。中級コースで準備しなければならないものを真ん中にお示ししております。スキーやスプリットボードの方は滑り止めでありますシールが必要です。またスノーボードであればスノーシューが必要になります。それに加えてストックや雪崩対策装備品でありますビーコンも必要になります。ビーコンは500円でレンタルすることもできます。ハイクアップすると汗をかきますので低体温対策のインナーや着替え帽子などもあると良いと思います。また携帯トイレもトイレが近い方は持参した方が良いと思いました。右下にツアーのスケジュールを記載しております。午前8時30分からガイドの山小屋で受付をします。コースによっては現地集合も可能だそうです。ただし2回目以降の参加に限るそうです。その後ガイドの山小屋を出発してツアーを実施した後温泉に入浴して17時頃ガイドの山小屋に帰着並びに解散になります。日曜と祝日に限り旭川空港への送迎を実施しているそうです。ガイドの山小屋から今回のツアーの出発地点であります十勝岳温泉両雲閣までの距離は約 30km です。こちらのツアーは最大定員が6名だそうです。途中上富良野町にありますセイコーマートに寄りました。私はセイコーマートでパンとドリンクを買いました。この後吹上上富良野線という道路を登っていきます。ガイドの山小屋から車で45分ぐらいで十勝岳温泉両雲閣に到着できました。
今回のスタート地点は標高 1280m の十勝岳温泉両雲閣でした。コースによっては標高 1005m の吹上温泉白銀荘などからスタートする場合もあるそうです。今回のツアーのルートは実際のルートと異なると思いますが、イメージでお示ししております。スタート地点の十勝岳温泉両雲閣から最終的には吹上温泉白銀荘までのルートでした。こちらの駐車場で準備をした後、午前10時にツアーがスタートしました。最初こちらの小屋の横から登っていきました。こちらで分岐しておりましたが、今回は左に行きました。この後左側に見える山を登りました。今回のツアーの中で一番の急斜面でトラバースしながら登りましたが、かなり大変でした。こちらの急斜面かなりきつかったんですが、登り切った後の景色はとても素晴らしかったですね。ガイドさんは右のラッセル跡には行かずに左に進んでいきました。四角の駐車場から歩いて50分ぐらいでしょうかね。最初の滑走スポットに到着できました。最初にガイドさんが滑って、その後ガイドさんがいる場所に向かって滑ります。ガイドさんの後、おじさんが滑ったんですが誰もいなかったので説明映しております。ただ雪は軽かったので気持ちよかったですね。一緒に参加された方の滑りも撮影させていただきました。気持ちよく滑っているのが伝わってきますね。ここからさらに少し緩い斜面を滑っていきました。ここで私はスノーシューに履き替えて登りました。しばらく登ったこの辺りでまた滑走スポットになりました。今回もガイドさんが先に滑りました。次におじさんが滑りましたが、ここは適度に斜面があってバーも広かったので気持ちよく滑ることができました。他の参加者の滑りも撮影させていただきました。パウダーを気持ちよく食ってましたね。こちらの参加者もアクティブな滑りで素晴らしかったと思います。映像が残ってないんですが、ここで昼食を食べました。ガイドの山小屋さんで用意いただきましたお茶で体が温まりました。今回スノーシューで参加しましたので、テレマークスキーやスプリットボードに比べてかなり疲れましたね。昼食をした後、約30分登って滑走スポットに到着しました。最初にガイドさんが滑っていきました。次におじさんが滑ったんですが、レンズに雪が付着してしまって見づらい映像になっております。今回のツアーの中で最後の広いバーンでしたね。気持ちよくパウダー食わせていただきました。いいですか？ちょっとこの辺りは緩斜面になっておりましたので、ラッセル跡を滑らないと止まってしまう状況でした。ガイドさんはワイドに滑っておりましたが、スノーボードだと止まってしまうくらいの斜面でしたね。私は止まってしまうのが嫌でしたので直線的に滑りました。もう少しで吹上温泉
白銀荘とのことでしたが、最後のあたりはラッセル跡を滑るだけになっておりました。危ない。ラッセル跡を滑っていても止まってしまう状況でしたので、最後はストックを使ってなんとか滑り切って今回のゴール地点であります吹上温泉白銀荘に到着することができました。吹上温泉白銀荘に到着した時間が午後2時20分ぐらいでした。このツアーのスケジュールでは午後3時から温泉入浴とのことでしたが、少し早く入浴することができました。今回の温泉入浴の場所は吹上温泉白銀荘でした。こちらの温泉はとにかく露天風呂が広くて、雪景色や星ゼロを見ながら入浴することができるんです。白銀荘の露天風呂に入ってバックカントリーで冷えた体を温めてほしいと思います。今回の温泉入浴の場所ではありませんが、十勝岳温泉両雲閣で入浴する場合もあるそうです。こちらの温泉は北海道で一番高い標高 1280m にある温泉旅館です。宿泊ももちろんできますし、日帰り入浴もすることができます。四角の露天風呂からの景色はとても素晴らしいので、一度はお越しいただきたい温泉だと思います。こちらの宿についてはかなり昔ですが YouTube で紹介しております。興味がある方はぜひこちらの動画もご視聴いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バックカントリースキーは登りがきついぞ。